こんにちは、佐藤です。今回はですね、志賀直哉の小僧の神様という作品を紹介してみたいと思います。今回はですね、志賀直哉の小僧の神様という作品を紹介してみたいと思います。まず最初にあらすじを解説していきます。それでは始めていきます。よろしくお願いします。はい、それでは小僧の神様のあらすじを解説してみたいと思います。この作品には2人の人物が登場します。1人目は千吉です。千吉はどのような人物かと言いますと、計り屋で働いている少年ということになります。この当時はですね、だいたい小学校を卒業したぐらいで働きに出る少年が多かったんですけれども、千吉は計り屋で働いている少年ということになります。計り屋というのは重さを測る計りですね。計りを扱っている店で働いているまだ少年、そのような人物ですね。千吉はそのような人物ということを覚えておいてください。2人目はですね、若い貴族院議員の A という人物です。この人物には具体的な名前は与えられていません。アルファベットの A というそういった表記で表現されているんですけれども、この A はですね、貴族院議員ということで、つまり家柄も良く資産家であると、お金に余裕がある、そして若いと、そのような人物が登場します。つまりこの小僧の神様はこの2人の人物が交差していくと、登場して物語を紡いでいく、そういった作品ということになります。はい、それでは物語の解説に入っていこうと思うんですけれども、ある日ですね、千吉は店の中で番頭さんたちが、寿司の話をしているのを耳にします。番頭さんたちがですね、そろそろマグロが美味しい時期だねとか、あそこにいい店ができたねみたいなことを話していて、そろそろね、食べに行ってみるかみたいなことを話しているのを耳にします。ところがまだ千吉は働いている身ですからお金がないと、寿司も食べてみたいけれども、お金がないしね、いつか自分も食べてみたいなと、そんなことを考えながら話を聞いています。そしてお使いを頼まれて店を出ていくんですけれども、その時ですね、近くにお寿司屋さんがあるのを目にしてふらふらとそちらの方に向かっていく、そのような感じで物語が始まっていきます。はい。そして今度はですね、貴族院議員 A の視点で話が進んでいくんですけれども、この A はですね、同じ貴族院議員仲間の B という人からうまいと評判の屋台の寿司屋を教えられます。なので A はじゃあ一度そこに行って寿司を食べてみようかなと、そのような感じで出かけていくんですけれども、そこにですね、偶然千吉がやってきます。この段階では千吉と A の間に面識はありません。たまたま A がいて店に千吉が入ってきて、それを目撃したわけなんですね。千吉はですね、さもこんな店は慣れているぞっていった感じで少しね、気を張って、寿司をね、食べようとするわけなんですね。そして一つの寿司に手を伸ばして、それを掴みます。その時ですね、屋台の主人がそれ一つ6000だよと、そのように声をかけるわけです。この6000という金額はとても千吉に払える金額ではありませんでした。せめて一つだけでも食べようと思って手を伸ばしたんだけれども、それが、払える金額ではなかったということで、千吉はその掴んだ寿司を、元のところに戻します。そして、気まずそうに外に出ていくわけなんですね。その様子を A は目撃してしまったと。なんと言いますか、とてもかわいそうというか切ない感じがする場面を目撃してしまうんですけれども、A はですね、そこで、例えばご馳走してあげるよとか何か声をかけることができなかったんですね。ちょっと勇気が出なかったと。勇気が出なかったので、ただね、その様子を見守って、その日はそれで終わってしまった。そのような感じで話が進んでいきます。そして時間が過ぎていくんですけれども、ある日ですね、A は子供用のはかりを買おうと思い立ちます。そしてはかりを買うために店に出かけていくんですけれども、そこがなんと千吉が働いている店だったんですね。千吉の方では A のことがわかりませんが、A の方では千吉の方がわかるわけです。あの時寿司屋で見た少年だなということにすぐ気がつきます。そこで A は考えるんですけれども、ここでね、千吉に寿司をご馳走してやろうと、そのように考えて、はかりをですね、家まで運んでくれと、そこの少年、千吉ですね、千吉にそしてはかりを運んでくれないかと、そのように頼みます。
そうしましたところ、店の人は分かりましたということで、千吉に計りを持たせて外に出してやるんですけれども、寿司屋の前にたどり着いた時に A はですね、ちょっと待てと。ここまでね、一生懸命運んでくれたからお礼をしたい。ここの寿司屋さんで寿司を食べていきなさいといったような提案をします。千吉にしてみれば、なんでということになると思うんですけれども、A の方からね、ご馳走がしたいから寄ってきなさいというような言い方をされて、そしてその店がですね、なんと番頭さんたちが話をしていた店だったんですね。あの店だということで千吉は驚いて、嬉しいですよね。そして、店の中に入っていくと、A の方はですね、もう先に支払いを済ませてくれて、そして個室まで用意してくれたんですね。なので千吉は人目をはばからず、もう好きなだけ寿司をガツガツと食べられたと。そしてなんと3人前をね、平らげてしまったんですけれども、そこでね、お腹いっぱいだなと満足していると、おかみさんがやってきて、もっと上がれませんかと、もっと食べられませんかと。ただ千吉はもうお腹いっぱいですと言うと、また食べに来てくださいよと、お代はまだたくさんいただいているんですからね、と声をかけてくれるんですね。つまり A はかなり、たくさん支払ってお金を置いていってくれたんですね。そして、お前さん、あの旦那とは前からおなじみなのといったようなことを聞きます。そして、あの人は粋な人だねと、小僧さんまた来てくれないとこっちが困るんだからねと、お金を預かってるんだから来てくれないと困るんだよといったようなことを言って、小僧は、千吉は、店を後にするということになります。つまり A はですね、とても粋なことをしたんですね。荷物を運んでくれないかといったような口実を作って、さりげなく千吉に寿司をご馳走して腹いっぱい食べさせてあげたといったような、流れになるんですけれども、A にしてみればとてもいいことをしたわけですよね。なんというか小僧のね、夢を叶えてあげるというか、望みを叶えてあげていいことをしたはずなんですけれども、ところが A はどこか満たされないような気持ちを感じるんですね。妙に寂しいというか嫌な気持ちというか、むしろ何か人知れず悪いことをしてしまった時のような気持ちを感じてしまうんですね。本来であればご馳走してあげていいことをして、心も温かくなるはずなんだけれども、A は何かね、ちょっとね寂しいような悪いことをしたような気分になって、何かね心に残るものを感じてしまったと。家に帰ってから自分の奥さんに、この前ね寿司屋で会った少年に寿司をご馳走したんだよと、そのように話を言って聞かせると、奥さんの方もそれはいいことしましたねと、私も食べてみたいわみたいなことを言って明るく振る舞ってくれるんですけれども、ところが A はねその話を聞いても何かもやもやしたものが残ると。そして、自分のようなね気の小さい人間はそういったね軽々しいことをしていけないんだなといったことを考えて、少しね反省してしまうといったような、話の流れになっていきます。そして寿司をですねお腹いっぱい食べることができた千吉はふと気がつくわけです。もしかしてあのお客さんは自分がこの前寿司屋の屋台のところで恥をかいた場面を目撃したのではないか、あそこにいたのではないかといったことに気がつきます。なので今回ご馳走してくれたのではないかと。そしてさらに番頭さんが話をしていたあの店に連れて行ってくれたということは、もうこれはですね人間技ではないと、いろんなことを知っている。なので神様かもしれない、そうでなければ仙人だといったことで、どんどんですね、そのお客さんのことが忘れられないありがたい存在になっていくわけなんですね。そして千吉はそれからですね、いろいろと大変なことがあって、悲しい時とか寂しい時とか、いつもその人物ですね A のことを思い出すようになります。そして、思い出すたびに彼にとって慰めになるわけなんですね。生きていく勇気といいますかね、何か希望になったんでしょうね。そしていつの日かまたあのお客さんが自分の前に現れて何か恵みを与えてくれるんじゃないかと、そのようなことを信じて、頑張っていったと。千吉にしてみればあの A というお客さんは本当にいろんなことがわかる、まるで神様のような存在だと。そしてその存在をですね心の支えにして生きていく、生活していくわけなんですけれども、 A の方からしてみると本来だったらいいことをしたからということで心が温かくなるはずなんだけれども、どこか寂しいような何かね悪いことをした時のような、そんな感覚が残ってしまって、気まずい思いだけが残ったというね、この二人の対比ですね。この二人の対比が見事に描かれている、そういった作品ということになります。この作品はですね大正9年1月号の白樺に発表されました。作者自身がこの作品についてコメントしてるんですけれども、屋台の寿司屋に小僧が入ってきて一度持った寿司を値を言われまた置いて出ていく、そのような場面を目撃したんだと。
創作余談という作品の中に書いているんですけれども、作者志賀直哉は実際にですね、小僧さんが寿司屋に入ってくる場面を見て、食べないで出ていくという場面を見て、そこから、この作品を発展させて作ったといったことが、書かれているんですね。なんと言いますか、その場面から、ここまでの本当に作者の志賀直哉の文章力であったり、世界観と言いますかね、そのようなものが見事に短編の中に表現されている。本当にすごいなと感じる作品ですよね。私がこの作品を初めて読んだのは10代の前半の頃だったんですけれども、その時はですね、A の気持ちがちょっとよくわからなかったんですね。千吉に寿司をたらふくご馳走してあげたわけですから、いいことをしたわけですね。いいことをしたわけですから、自分自身も満足した満たされた気持ちになるのではないかと思っていたんですけれども、A はですね、なんとなく寂しいような嫌な気持ちが残ってしまったと。そのように考えているわけなんですね。ところが改めて今回読み返してみますと、A の気持ちに共感していると言いますか、A の気持ちが理解できるような、そのような感覚を持ちました。もしかすると A は自分がいいことをしたと、千吉に対して良いことをしたという自覚はあるんだけれども、またそれと同時に自分の心の中に残っているちょっとした違和感とか、ちょっとした、寂しい気持ちというか、そのようなものを見逃さなかった人物なのではないかと、そしてそこに意識がいってしまうと、むしろね、逆の部分が強くなって寂しく嫌な気持ちになってしまうような、そのようなことを見逃さない人物だったんじゃないかなと、そこに向き合える人物だったんじゃないかなといったことを、今回読み返してみて、私はそのように感じました。そしてそのような人の心の動きといいますか、気持ちといいますか、心情といいますか、そのようなものをですね、千吉と A という二人の人物を通して表現した、短い短編の中で表現した志賀直哉の凄さといいますか、世界観といいますか、作家力っていうんですかね、そのようなものを改めて感じました。ぜひですね、短い作品なので気になった方は読んでみてください。きっとですね、いろんな、考えるヒントといいますか、様々なことを考察するきっかけになるんじゃないかなと思います。このチャンネルはですね、文学作品を通して考えるヒントを提供していこうと思っています。YouTube の方でも配信していますので、そちらも合わせてご視聴ください。今回はですね、志賀直哉の小僧の神様という作品を紹介してみました。今回の内容はこれで終了です。ありがとうございました。